こんにちは、革靴の件です。今日はキッシュの既製靴のナンバー3のアッパー縫製していきます。ナンバー1と2と無事作り終わりまして、やっとね、ちょっと予定遅れ気味なんですけど、3番、4番に入っていきます。で、3番、4番は1番、2番に比べて少しカジュアルめな雰囲気の靴を作っていきます。で、アッパーはね、このね、茶色い革ですね。このパーツを切り出してあります。結構パーツが多いんですけど、ちょっと変わったフルブログ作ります。この素材感見てほしいんですけど、表面がザラザラ表情のある感じで、脂肪感というか毛穴がよく見えますね。色はバーガンディとダークブラウンの中間みたいな感じの色合いです。で、これライニングです。これいつもの通り、デュプリのライニングを使ってます。で、この表情のある皮、何の皮かというとイノシシですね。僕初めて使うんですけど、このイノシシの皮なんですけど、広島で害獣駆除している方から購入しました。日本の害獣というとクマとか鹿とかイノシシとかいますけど、そういうね、害獣駆除されたイノシシの皮です。結構ね、張りがあってしっかりした靴になってくれそうなんですよね。今回はこの革で少し変わったブロギングの靴を作っていきます。じゃあまずは穴あきからやっていきます。今回の穴あきの特徴はですね、穴飾りが親穴のみです。通常は親穴小穴という風に大きい穴小さい穴交互に開けていくんですけど、今回は大きい穴だけのブロギングです。今回ミシン糸これ使います。普段使ってるのはこれなんですけど、こっちはねポリエステルの糸です。今回使う糸は綿の糸ですね。こう見てもらうと分かるんですけど、こっちのポリエステルの糸は光沢感があるのに対して、こっちあんまり光沢感ないですね。天然素材らしく少しね毛羽立ってる感じの糸です。ちょっと扱いにくいんですけど、今回はこの綿の糸の表情が欲しいのでこっちを使っていきます。はい、こんな感じでクォーターとカウンターのパーツを縫い合わせました。で、この裏面ですね、この羽のところには補強を貼っておきます。で、次はね、このトップラインのところ、ここにはパイピングをしていきます。この皮を縫い付けていきます。こんな感じでトップラインにこの薄い皮を縫い付きました。これを折り返してパイピングにしていきます。ライニング一旦剥がして、ここに裏ハトメ入れていきます。補強の金具ですね。
次はワンプパーツです。これちょっと特徴的ですね。今回フルブログなんですけど、フルブログというとここねウィングチップになっていることが多いですけど、今回、U 字ですね。U ウィングとかって言ったりしますけど、こんなパーツです。これをくっつけて縫い合わせます。ちょっとね、この靴の番号と名前を書くのを忘れてました。危ないですね。このライニングに番号、名前書いていきます。この左足の内側に書きますね。はい、名前書きました。ナンバー3、イノシシブローグです。ちょっとこれかっこよくはないですけどね。あえて漢字を使いました。フルブログならぬイノシシブログです。はい、こんな感じでライニングまで縫い付けてほとんど完成です。最後この羽の付け根のところ、ここ小さい穴開けてます。ここ手縫いしてこの羽の開き止めにしますね。使う糸、このコーツバーバーっていう、出し縫いとかに使ったりする麻糸なんですけど、こいつをよって松ヤニを縫ってこういう糸を作りましたので、こいつで縫っていきます。はい、アッパーできました。疲れた。ちょっとパーツが多いんでね、縫うとこが多めでしたね。はい、こんな感じですね。デザインは U ウィングのフルブローグです。で、外羽のフルブローグです。この辺はちょっと皮の重なりを多めにしたりとか、切断部分ですね。これがギザギザに切ってあったりとか、あとはこのイノシシの毛穴とか脂肪管の表情。あんまり分かりにくいですけど、この面のミシンとの表情とかね。そういうのが相まって、結構表情豊かな靴になってますね。今回親穴だけにしたのは、これイノシシのね、ポツポツこう毛穴が穴開いてる感じなんですよね。なんで小穴開けるとそれになんか紛れちゃうなという、そんな気がして、今回は親穴だけで小穴が入らない分ちょっとねこう隙間を詰めて穴を開けました。後ろはこんな感じですね。木型に吊り込んだらどんな感じになるのかすごい楽しみな靴ですね。ちなみにライニングもこんな感じで縫ってあります。タンの部分穴あるんですけど、ここ裏当てないです。こう穴だけ開いてるようなデザインです。ナンバー003イノシシブローグということで、このイノシシはね広島で採れたイノシシなのであえての感じですこんな感じでナンバー3の靴も作っていきますね。ということで本日の革靴の件でした。ではまた。